柳郡に残された異様な預かり物。1933年、昭和8年9月6日、事件は神戸市三宮神社境内にある関東に屋、すなわちおでん屋の当たり屋で発生しました。店の主人である中田音松と娘の峰は2階の荷物整理をしていました。その中にどうしても処分できない品物が残っていました。それは2年近く前の1931年、昭和6年8月、客として店に出入りしていた長唄の師匠から預かった品々でした。預かり物は柳氷一つ、茶箪笥一つ、そして布団や座布団、衣類などの雑多な日用品。長唄の師匠はこの荷物を預けて以来、一度も店に顔を出していませんでした。この師匠は杵屋彦太郎という芸名を名乗っていました。音松は思い切って柳氷を開けてみました。中には古新聞や布類が雑然と押し込まれており、その奥に梅干しをつけるような大きな壺が隠されていました。壺の口はハトロン紙で覆われ、細い紐で厳重に縛られています。音松が壺を振ってみると、コトコトという音が響き、かすかに異様な匂いが漂いました。ただならぬ気配を感じた音松は、すぐに三宮警察署へ届け出ます。現場に駆けつけた署員が壺の封印を解くと、中から激しく損傷した原型はとどめているものの、男女の区別もつかないほどの状態でした。腐乱した際にはいたであろうウジ虫もまた、壺の底に溜まっていたといいます。三宮署員は、壺が入っていた柳氷の中から、数人が写っている一枚の集合写真を発見しました。音松が写真を確認し、ああ、この人が師匠です。と杵屋彦太郎を指さします。犯人、社寺久一の得意な生い立ち。捜査本部は、この集合写真と杵屋彦太郎という芸名を唯一の手がかりとして、神戸市内の長唄師匠や三味線屋などを徹底的に調べ上げました。その結果、翌日には杵屋彦太郎の正体が判明します。彼の本名は社寺久一、大阪生まれの役者でした。社寺久一は1901年、明治34年、大阪で生まれました。生後間もなく、南区難波新地の芸者置屋を経営する社寺菊の養子となります。養母菊は、男の子である久一に女の着物を着せ、言葉遣いや作法も女としてのしつけを行い、長唄や三味線、踊りを習わせました。周囲には歓楽街の女性しかおらず、もともと優男であった久一が、後に女性的な性質を帯びていくのも無理はありませんでした。彼は18歳になった1918年、大正7年、8日に嫌気がさし、養母の財布から現金を盗んで上京します。その後、夜間学校に通いながらボーイとして働いたり、専門学校へ進学したりと、知識を身につけていきました。この頃から久一は男性と親密な関係を持つようになり、各地を転々とする中で、その関係は複雑化していきました。ドイツ人貿易商との生活。1920年、大正9年、久一は日比谷公園で、神戸で貿易商を経営するドイツ人のカール・ウィンケルスと知り合います。その後、二人は深い関係となり、1926年、大正15年からは、西宮市でウィンケルスに経済的に支援され、優雅に暮らすことになります。ウィンケルスは毎週土曜日に西宮の自宅を訪れ、日曜に帰っていくという習慣でした。しかし、久一はウィンケルスとの生活だけでは満足せず、ウィンケルスに隠れて他の男と関係を結び、ウィンケルスからもらった金を与えたりしていました。1927年、昭和2年、10月、久一は知人の紹介で松本武蔵、31歳、という男性と知り合い、西宮の自宅に引き入れるようになります。ウィンケルスが来る日には、松本に小遣いを与えて外泊させていました。しかし、松本は次第に久一の自宅にいることが多くなり、
1928年、昭和3年1月頃からは、ウィンケルスが来ない日でも勝手に外泊するようになりました。嫉妬に狂った修羅場。1928年1月25日、久一は松本に別の愛人がいることを知り、激しい嫉妬に苦しみます。やけになった久一は、神戸の港川公園で、混血の美容師である有島久七と関係を結び、その夜、西宮の自宅へ連れ込みました。そこへ松本が帰宅し、久一の浮気現場を目撃してしまいます。激怒した松本は家を飛び出しますが、やがて酒の一升瓶を片手に戻ってきます。松本は酒をラッパ飲みしながら、久一をなじり始めました。俺が浮気したからって、女房役のお前が別の男と寝るとは何事だ。お前を殺してやる。二度と浮気できないように顔をめちゃくちゃにしてやる。松本は、久一に激しい暴行を加え、カミソリを手に追い回しました。その時の松本の様子は、まるで嫉妬に狂ったヒステリックな女性のようだったと久一は後に語っています。松本は、お前なしでは生きていられない。お前の浮気を、すべてウィンケルスにぶちまけてやる。などとわめき、しまいには心中しようと迫りました。久一は、それなら一緒に死にましょう。と言って松本をなだめ、一緒に酒を飲み始めます。松本は酔いつぶれて眠ってしまいました。この隙に、久一は開花から薪割りを持ってきて、松本の枕元に立ちました。一気に振り下ろそうとした。その瞬間、松本がパッと起き上がり、久一に飛びかかってきたのです。久一は夢中になってカミソリで松本を切りつけ、殺害してしまいます。猟奇的な処理と潜伏。久一は松本を殺害した後、2週間かけて遺体を損壊し、床下に埋めました。この事件を境に、久一は浮気を一切やめ、長唄の師匠のもとに通って熱心に修行に励みました。しかし、翌1929年、昭和4年、8月、再び難色相手を求め始めます。彼は、花柳美楽の芸名で役者となり、女方として各地の劇団を巡業して回りました。彼は難色か仲間たちから、花ちゃん、羅斜面花という通り名で呼ばれました。同年12月、久一はウィンケルスと別れますが、その時もらった手切れ金で大阪市飛騨に喫茶店やぜんざい屋を開業します。この頃、久一は自分の店の隣の安宿に3人もの男性を囲っていたといいます。そして、久一は大阪に移る時、殺害した松本の遺体の一部、すなわち異様な加工が施された頭部が入った壺を持ち出していたのです。彼はいずれ高野山に埋めて無縁仏として弔うつもりでいた、と供述しました。その後、神戸市内を転々とした久一は、1931年、昭和6年、8月、当たりや、2個の壺が入った柳氷などを預け、そのまま所在をくらませていました。逮捕と裁判、遺体の一部が発見された後、捜査は急展開します。9月30日午後10時ごろ、社寺久一、当時33歳は、大阪市住吉区の大和川べりのルンペン小屋に潜んでいたところを逮捕されました。久一の裁判は、事件の猟奇性と異質な背景から、世間の注目を集めました。1934年、昭和9年、2月3日、神戸地裁で公判が開かれました。傍聴券200枚は瞬く間になくなり、傍聴席は主に女性によって埋め尽くされました。社寺は殺人及び死体遺棄の容疑で裁かれ、検事は懲役13年を求刑しました。2月10日の判決公判で、裁判所が言い渡したのは、求刑よりも大幅に軽い懲役8年でした。久一はこれを受けて服役しましたが、6年後には仮出所しています。仮出所後、久一は新派役者の経験を生かし、劇団を組織して地方を巡業して回りました。驚くべきことに、その劇の内容は、彼自身が犯した惨劇の一部始終を劇化したものであったといいます。